どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。得意料理はピーマンのお前詰めのさやです。パンパンに詰められちゃうんだ。お前よな、美味しいよきっとチーズをかけて食べようね、ゲンちゃん。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。テレフォンあ、電話だってピリンちょっとだけなっちゃうみたいな。最近の子たちはもしかしてこれを電話だとさ、認識できないわけはないとは思うが、使い方は分かんないよね。難しいよね、これね。ということで今回こちらガラシュ、はい、これだけね見るとよくわかんないんですけども、はい、今回やっていく企画はこちらと、こちらズズズズズズピピーン。選ばれたのはお兄ちゃん指でしたなんだか忘れちゃったよまた世にも不思議なガラス絵の具でお絵かき。ピュー。ま、余裕っしょ。ガラス絵の具っていうと多分皆さんが想像するのはガラスにかける絵の具だと思うんですね。あー確かにね、はい、ではなく、はい、ガラスが絵の具っていう。見て、これダイヤモンドダスト絵の具、通称ガラス絵の具ってやつなんですけど、はい、これ何かと言いますとマジのガラスが入ってるスチュワートセンプルっていうね、夏目さんちが定期的に購入している面白画材ショップなんですけど、またいいよね、画材、みたいな、こっちが自信なくなる画材があるみたいな、画材かなみたいなやつを作ってる会社というか、メーカーさんなんですけど、絵の具という売り方をしてたので、じゃあ買ってみるかと思ったんですけど、いざ届いてみたらなんかフレークなんですよね。めっちゃ綺麗。わー綺麗。すごい綺麗。これで何をするかというと、定着剤も一緒についてきてたんで、紙とかキャンバスとかに塗り、その上からこれをさらに塗ったり振りかけたりすると、このガラスのキラキラの乱反射する効果を絵に与えることができるっていう絵の具なんですけど、ちなみにこれめちゃめちゃ注意なんですけど、これマジガラスなんで、ここを指でクイッてつまんだら普通に手切れますんで、これだから正しい使い方でやらないといけないし、家でやるのは怖いというか、パラちゃんがあれしちゃったらどうしようとかがあるんで、だから別の場所でちょっとやろうかと思いつつ、せっかくなのでこれだけじゃなくて、今までここのねサイトで買ってきた面白絵の具、アイスペイント絵の具とか、あと世界一のオレンジとか、そういうのも使ったりしながらいろんな絵を描こうかなという回でございます。というわけでキャンバスにたくさん絵を描いていきたいと思います。それでは各場所に移動しましょう。こいつが移動するんだ。よし、じゃあ行きましょう。描くぞって思ったけど、ペンのピピちゃんペンないけど。なんで？本当だ、ごめん、2つあったごめん、マジでペンないんだよね。ごめん、独占してた。でもね、今日ね、本当に許せないことがあったんですよ、さやさんに対して。急に怒りの話をすな。行きの車の中でさやと話しながらね来てたんですけど、さやがなんかもっとオタク的な話をしたいって言い始めて、私の話を聞いてくれないって言い始めたんですよ。いつも聞いてるのに。じゃあもう聞こうと思ってもっと聞こうと思ってさやの話をそうなんだみたいな感じでさ、すごいちゃんと聞いてたわけよ。したらなんかでももっと深い話をしたいって、結構これ深い話してないって言ったら、さやなんて言ったと思います？ふかふかふかって言ったんですよこんなやつと話せとこんなやつといて俺は何を話せばいいんだと思って。ゲンさんにその時言われました。いや、それはさやが悪くないってポケモンの鳴き声みたいになっちゃって。違うんですよ。オタク的な話をしたいっていうので、じゃあ今さやがハマってるジャンルって何なのって言われて、それはもちろん一つはだから皆さん多分知ってると思うんですけど、 AFK ジャーニーっていうゲームがめちゃめちゃ好きなんですよ。でもう一個めっちゃハマってるジャンルっていうのがアンパンマンなんですよ今そしたらゲンさんにアンパンマンの話僕乗れるかなっつってめっちゃ惹かれちゃって、いつもあんなに一緒に見てるじゃないみたいな。でもさ、見ててアンパンマンすごいかっこいいってね、パラちゃんと一緒にやるのと、アンパンマンメロいって言ってる人とさ同じ話ができるとは思えないんですよ。アンパンマンメロいだろ正気を保てよ。ほら今お客さんの中にもわからないっていう声が今聞こえましたよ。わからないアンパンマンメロいですよ。ちょっと本当に真実の目で見て。なんだ真実の目って。ここで急遽じゃあクイズしるよ、ゲンさん。おー、いいね。昨日の夜です。さやさんがしびれを切らして急遽掃除したものがあります。昨日の10時半です。さあなんだ、夜中の10時半ですよ。10時半に掃除してしまったもの。さあなんでしょう。怒りに身を任せて掃除してしまったものです。チクタクチクタク。
それは鬱憤の方に入る。日頃放置されすぎて。なんならだって洗濯機のここに靴下落ちてて何行き倒れたってなってしかも向かいに洗濯かごあるんですよ。なんでみたいな。でもそれはさ、だって脱ぐ前じゃん。いや脱ぐ前じゃない、もう脱ぎ切ったのよ。もう一日仕事を終えた靴下が洗濯機と洗濯かごの目の前に落ちててさ、お前はここで何を迷ったんだってなってでもなんかその瞬間に考え事しちゃったらどうなる？いや分からんよね。入れろよどうなるじゃない、考えてみてほしい。入れろよでも僕は靴下をさ、裏返すこともできないしさ、洗濯かごに入れることもできないけどさ、アナリティクス見れるぜ俺。企画も考えられるしさ。確かにな。正解はデレレレレデデンドライヤーでした。後ろの方乾かしてると待ってこれ風出てるみたいなぐらい風が出てなくて、でゲイさんはなんかそんなことないよ全然変わってないよみたいなことを言ってんだけど、と思ってわざわざドライバー持ってきてネジ全部外して後ろ外してガチで分解してたよね。いやマジ分解してずーっとこうやって歯ブラシでこうやって後ろのとここうやって削ってしたらマジで復活して、ちょっとやった方がいいですよって言いたいところだけど多分みんなやってる可能性はあるな。ドライヤーって多分ね掃除しがちなところなんだよねきっとね。ね。で昨日掃除して1個思ったのよ。これってズボラのいいところだなって思って、今まで全てを面倒くさくて見なかったことにしてきた代償、がここに来て新たな発見、新たな喜びとして性を実感できるっていうポイントになってるって気づいて、確かに几帳面な人はドライヤーが復活することを認知できないんでしょ。だってそう面倒くさすぎて何もしなかったからこそドライヤーってこんなにありがたい存在なんだってことに気づけたっていう、これってプラスじゃないですかポジティブだねだいぶ。でもゲンさん今日あれなんですよ、今朝私にめっちゃ感謝してて、さや昨日の夜本当ごめん風圧全然違うわってマジで3倍ぐらい違う。なんか前がふわーんぐらいだったんだけどふわーんぐらいになってて、そんなに変わるんだと思ってめちゃめちゃびっくりしましたね。あれは感謝しました。どう進んだ？うわー何うわーって生まれてる。これ進んだに入るのさやさん。さやさんの見に行こう。じゃあ書き足しとこう。なんかさやのが進んでないかパッと見。あーって言われる。ちょっと待ってね、困る。来ないで。いや来るよなんか漏れてない？ちょっと寄せたの。じゃあ僕もあっち行ってくるからさ。寄せてるでしょちょっと。まだ書かないで。出た人のには書いてるくせに。やめて。さやさんのは応用が効かないから。そういうね性格上応用が効かないから。応用が性格上応用が効かないから。ここに書いてってところに頼むから。ここに書いてって頼む。そうそう。さやさんゲンさん今ね目描いてるからさやがねフリートークで回していただいた方がいいよ。フリートークで回すとかブイブイ言ってる間にあんた現実が迫ってるよ。ゲンさんの残りエネルギーは5分です。マジ一部で終わっちゃうんだ。替えのゲンさんに変えないとまずい。変えるか。マジでさポップアップのライブペイントでさ時空歪むんだよなマジで。マジでさどうにか知ってほしいよね。で中学校の授業時間こんな短く終わるはずなくなかったですか？うわ長えなあんなに長かったのにね。うわ寝てたのにまだ30分もあるみたいなさ。でも大学の授業めっちゃ長かったですよね本当に。大学はだって1時間半ぐらいあった。本当に長いもんね。だから寝てても終わらない。なんかこの環境すごい嬉しい。後ろで円に対する感想をさ流れてくる。すごい素敵。もう嬉しい。やっぱライブペイント嬉しいね。やっぱねライブペイント会場に皆さんを閉じ込める必要があるんですよね。一組ずつどんどんここにぎゅうぎゅうになってって、満員電車を超えるんですよ多分そうなってくると。そして1人2人どんどんくっついていって2人が1人に3人が1人になっていってやがて全てが1人になるの。私があなたであなたが私。夏目さんちはみんなだったの。夏目さんち最終回一つになって。そう今回はなんか面白い画材もたくさん持ってきてるんですよね。だけども戦争が終わらないことには面白い画材って登場しなくてですね、本当に申し訳ないなと思ってるんですよ。世界一黒い黒とか世界一白い白とかアイスペイント絵の具みたいなやつとかギャンギャンオレンジとかね。そう目に痛い。そうめちゃめちゃ目に痛い。あとねもう一個ねやばいのがあって、ガラス絵の具っていうのがあって、プレパラート割っちゃった後の気まずい感じあるじゃないですかあれがいっぱい入ってるガラスフレーク絵の具っていう意味わかんないのがあって、割れたプレパラートにも進路先があったということで、そうあれの天下り先ではある。天下ってんだ。天下ってるだろあれは。高いもん。権力の末なんだ。こんぐらいのちっちゃい瓶なんですけど、確か普通に1万円ぐらいして。だったらもう全国の小学校からかき集めた方が絶対安いじゃないですか。珍しい画材はねやっぱりね高いんですよね。高いんだよね。じゃあ待って、一旦これはここで置いとこう。置いとくんだ。
うん、わしこっち行くわ。お、機嫌の悪い顔めっちゃ好きなんだよな。でも機嫌の悪い人は嫌。怖いわ。そりゃそうだ。それで言うと僕もやっぱさ、無表情が多いから。うん、無な人が好きなの？うん。じゃあ私じゃダメだね。こんな笑顔に溢れて素敵なさやさんじゃ。すごい自己評価高い。でもなんかさ、この間話しててさ、ゲンさん黒髪のイカれた女の子好きっていうさ、あ、その話してたね。してた。いろんな漫画のキャラクターで、僕が好きなキャラクターって大体黒髪でイカれてる女の子なんですよ。でそしたらさやがすごい自信満々に「私じゃん!」って言い始めて。そういうやつなんよ。あいつはさ。何の話？行かれてるって言った？自分でね、そのフィールドに足を踏み入れたのはお君だ。やってなっちゃったよ。びっくりしちゃった。もうなんか自由に書いて。何でもいい。こっちはもう。これ何？何でもないね。もういいね。よし、わかった。ずっと何言ってるか分かんないね、玄ちゃんね。さやのね絵に謎のグニャグニャを描きたいんですよ、私は。斉藤直樹先生に禁止されてるやつ。さやさん何描いてんだ？なんか静かで怖いな。静かな時のさやが一番怖いよ。カニ食ってる時と餃子包んでる時は人間は静かだからしょうがないよね。つまり餃子を包んでたってわけ。How do you do? もう困る、そんなニョキニョキしたやつ。もう斉藤直樹先生に言いつける。それ言いつけられる斉藤直樹先生も困るよね。斉藤直樹先生なら喜んでくれる。僕ゲンさんのそういうところ好きなんですよって言ってくれる。で多分横でピーちゃんがやばーって言ってる。何書いたの？そんなになんか面白いもの描けなかった。すまないね。もう言いつけよ。こんなニョキニョキして何かを書いて。何かしらこれ。何かしらって顔もしてるしな。残り5分です。残り5分です。残り5分です。なんか全てを反復するサボテンみたいな感じになっちゃってる。それはうちの子が好きなんでしょ。うちの子が好きなくにゃくにゃ動くやつね。そうそうそう。うちの子がパラちゃんですって言うとサボテンがパラちゃんですって言う。最近大好きでね、ずっと遊んでます。そうそう。可愛いねって言ってサボテンに可愛いねって返してもらって自己肯定感を高める。なんかさやなんか書いてる。あーまずい、これはね、このさ余白生かしたさやじをやめてほしいですよね。これいじれなくなるんですよ、この後僕。ちょっとリッチじゃないですか。ビクトリアな感じです。あ、そう、ビクトリアでロココな感じよ。アルヌーボーって感じね。あ、そう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 。一個も意味理解してない。これが世界一黒い絵の具バージョン 4.0 っていう。ザ・ブラッケスト・ペイント・イン・ザ・ユニバースって書いてある。こっちは何？あ、これはターナーから出ているブラックホールって名前がついてるめっちゃ黒い絵の具です。どっちの方が黒いの？それはもうあっち宇宙1言うてるけど。宇宙言うてるけどブラックホールって言ってるから。こっちは宇宙にあるんちゃう。そう、だから戦わせるしかないよね、それは。半分半分で塗ってどっちが本当に黒いか。ブラックホール。大丈夫？乾いてないかな？待って、トゥルトゥル。間もなく垂れますみたいな顔で。というわけで宇宙一黒い絵の具 VS ブラックホール戦わせていただきます。2つとも行くんですか、さやさん。イエーイ。おー、なんかやっと面白い画材が出てきましたね。やったー。聞いて聞いて聞いて。誰に言ってる？さやだよ。さや。聞いて聞いて、ね、こういうとこあるんですよ、さや。でも私よりゲンさんの方がかまってちゃうんじゃない？そんなことないだろ。かまってちゃんなんだよ、こいつ。さやにかまってもらわないとちょっとすれちゃうんだよ。何の話をしてる？パラちゃん寝かし終わった後、ちょっと今日絵描きたいからって言うと、一緒にゲームしないの？言い方あるだろ、もう。この前だってなんか謎解きキットみたいなの買ったんですよ。でそれ今日やりたいって私が昼ぐらいに言ってて、あ、じゃあいいね、夜やろうかっつって言ってたんですけど、酒飲んで爆睡して、で私そのままゲンさん寝ちゃったからしゃあないかっつってずっと絵描いてたんですよ、夜。そしたらなんか2時ぐらいに起きてきて。あ、ゲンさんが寝た時か、それ。そう。さやさんが寝た時もあった。僕寝ちゃった。謎解きできなかったっつってしょんぼりしながら起きてあれちょっとおもろかったな。こっち黒いな。ゲンさん、はい、黒対決しちゃったんだけど、ちゃんとしちゃった？ちゃんと黒対決した。反射してないもんだって。こっちが宇宙一黒で、じゃここが今これブラックホールになってて、じゃブラックホールちょっとね今ペチョイね。乾いてないじゃんまだ。そうそう。違う、乾いてきてんのか。すごくない？めっちゃマット。液体感があって上手に塗れないの。この絵のこの辺。ペチョペチョやないこれ。この辺に何を描いてると思いますか？ペチョペチョこれ。クレープ。ここ原宿ですか？ここ原宿なの？ここ原宿なんだ。これだから千葉県民は。ここでやるの3回目だよね、俺たちね。表参道っていうのは原宿の仲間？そうなんだ。そうなんだ。なるほど。じゃあクレープ1個ここにじゃあ描かせていただきます。じゃあこっち何にしましょう？こっち。重ね塗りすると見えないじゃん。猿。猿？じゃあ猿行きましょう。猿とクレープね。すっげえになるねこれね。好きなひらがなを一つ教えてください。にょ。
いやさやさんには聞いてないですありがとうございます。この書き方した時にあ書けないよな、この書き方で一発で。これおじゃない？いやまだいける？ワンチャンまだいける。いける。まあいや皆さんからの妥協のが来ましたね。暑いんだよな。怖い。ちょっと室内は私には暑すぎて、札幌の道が本当に気持ちよかったです。怖いよ本当に。札幌本当にいい気候で。私とさクジラさんがさもう極厚タイツにヒートテック着てさ北海道着いてやっぱ寒いねとか言ってんのにアウター脱いで涼しいとか怖みたいな。この人と私同じ家で暮らしてんのと思って。文化が違うっていうかなんか生き物が違うって感じがするよね。なんでだろうね。ね、どうしちゃったんだろうね。どうして神様はそんな設計にするの？全人類体感温度同じにしてくれないとさ、永遠にクラスで男子と女子で揉めちゃうじゃんね。それはそう。なんかゲンさんお題ください。皆さんにもらなんかすごい適当なお題ください。さやさんに適当なお題をなんかできる食べ物がいいです。ビーフストロガノフ。ビーフストロガノフ飛ばすかここに。これ玉ねぎね。玉ねぎ入ってますよね。だってビーフストロガノフって別名ハヤシライスって言ったりとかしますもんね。待ってやばいゲンさんすごい進んでるよ。どうする？邪魔する？みんなで。おかしいね。誰かカバディ誘ってあげて。友達からもなかなか誘われないのカバディ。なんか今回のキービジュアルにブドウが出てくるからブドウいっぱい書いちゃうんだけど。今回なんでキービジュアルにブドウがいるんでしたっけ？あれね結構なんか花言葉とかいろいろ調べてブドウなんです実は。そうなんだ。そう。ブドウの花言葉って何？内緒。1周年だからさちょっとエモい設定というか、エモい感じにしたいなと思って、だから恥ずかしくて言えない。あるじゃんそういう気持ち。実はなんかこういう意味を込めてましてムフフみたいな。自分だけ楽しいやつね。なるほどね。そうだから結構それだからちょっと恥ずかしいのでちょっと皆さんご自身に調べていただいて。最近我が子が近所にお住まいの3歳の女の子とお友達になってゲンさんのねお父さんがその子と撮ったお写真を送ってくれたんですよ。そうでうちの子が今2歳で写真見た時に私が今までの人生で想像してた3歳のサイズがうちの子なんですよ。そうで思ったより3歳でかくないかってびっくりして、そういう人生の伏線回収最近始まってきてるんだよな。思ったよりこれじゃないみたいな。わかるゲンさん。わかるよ。なんかさ、言葉が出なくなったわ急に。何感動しちゃった？感動しちゃったってわけ？待って。すんなるの。マジで今聞こえなかった。ごめん本当に。なんかねここですごいんだよ。隔たりがすごくて、さやの声が一瞬聞こえないんですよね。隔たりがあるのは物理的に、それとも心理的に？心理的にあったら困るだろみんなが。この空間で気まずすぎるだろ。今隔たりあるんだ夏目さんちって。隔た。なんだ隔たって。隔た。どうぞ何ですか？ねり。この女の子のストーリーはストーリー？もうこの時点でないね。こういう絵描く時ってあんまりストーリー考えないで描いてるんで、なんか突然荒野にだだっ広いとこに立っちゃってる子ですね。でなんか周りにいっぱいいろいろまとわりついて困ったなと思ってます。でも困ったなって思ってるけどこの表情なとこが可愛いなっていう気持ちで描いてます。深いこと言えなくてなんかすごいクソかっこつけたかったって思ったんですけど、そう一瞬思ったんですよ。よし今からノータイムで2秒で考えるぞと思ったけど沈黙が出ちゃったから。みんなに風の匂いを感じてもらいたいんだ。それ多分嘘ついてるよね。皆さん今までの動画で一度もそんなこと言ったことない。なんでそういうことじゃないの？そんな中私が取り出したるは世界一のオレンジ。僕はこっちをちょっと塗っていこうかなと。わっはっはっははみ出したわ。お絵描き初めてのお嬢様。助けてゲンさん終わんない。嘘。ほんと楽しくなってきたね。楽しくなってきた。どうしようこれまた明日まで描いてる。今日のポップアップはライブペイントじゃないって聞いたのに、なんかさやさんとゲンさんなんか泣きながらずっと絵描いてるみたいな。帰れなかったんだ。居残りしてらーって。ちなみにこっちが宇宙一黒い絵の具でこっちがブラックホールっていう絵の具で2箇所使ってみたんですよ。塗った直後はこっちの方が黒いんだけどパッと見なんかこっちの方が黒く見えないですか？これブラックホール勝ちなんじゃない？勝ちとか負けとか決めちゃダメだ。
好みがあるから。急にいろんなとこに配慮し始めてる。怯えて走ってった今さやが。今すごい真剣な作業してるからさ、ゲンさんドット会場を沸かすさ、明日使える雑学なんで毎回さやそこ雑学になっちゃうなんか使えた方がいいかと思って。猫のおしっこの匂いは65度以上のお湯で消えるから、猫のおしっこかかった時は65度以上のお湯をかけるといいよ。でもそうすると熱いよ。俺は熱かったよ。ちゃんと雑学。よし、とりあえずこちら完成です。仮完成。ちょっとこっちに行かないとやばそうな空気を感じてるので置いてきやがっよし、て。じゃあちょっとこっちに行きますね。なんかこっち来た。いや来るさ、そりゃ。あ、待って、すごいいいこと思いついちゃった。これすごい面白い画材を持ってきたんですけど、これダイヤモンドダストって書いてあるんですけど、これガラスなんですね。彼の周りすべてダイヤモンドダストにしたら一体どうなるんだろうか。なんか巻き菱みたいな感じでもう椅子から降りれないみたいな。ちょっと試してみようか。それは楽しみかもね。これさ、取った方がいいよね、きっとね。でもそうすると飾れなくなるよね。一回離したらもう直せないよ、それ。一回切ったらもうダメだね。そうだよ。だって業者さん呼ばなきゃいけないよ、業者さん。でも、いけぞー。いや、これ本当に時間経って乾くと固まるタイプだ。こんなに垂れてっちゃってたらなんか定着しなそう。手で触んない方がいいっぽいんですよ。じゃあどうやって取るんだこれ。参ったね。これどうやってやるの？おー。よし。次回からこいつは1本で固定することになります。じゃあちょっともうちょい糊を足していきますか。本当にライブペイントとしては不親切なんですけど。なんかすごい。マジでキラキラなんだけど。これはまだ糊です。まだ糊がごめん。糊がキラキラだっただけが。じゃあちょっとかけてみる。お。いや、なんかいいんじゃないこれ。すごくないですかこれ。あ、ついてる。うわ、すごっ。できた？めっちゃ綺麗じゃないですか。すごー。ちょっとまだ危ないんで。キラキラ。もうちょっとちゃんと乾燥したら上のいらないやつを払って完成という感じになりそうですね。どこで乾燥させるんでしょうね、この場所。というわけでガラス絵の具大成功です。ありがとうございま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 す。第8部っていう事実で待って、第8部？8部？本当に8部？だって第10部までしかないんでしょ今日。お前いいのかこんな白くて。しっかりしろ。ゲンさん真っ白なキャンバスが。ゲンさん真っ白じゃないよ。見てて皆さんびっくりするスピードでもうペン入れしてみせる。いやもういいです。せいさんちょっとここで一回フィニッシュします。せいさん仮完成。いやー、おめでとうございます。今回のポイントはここを間違えて塗ったところですね。なんか黒いですよね。さあ次これ行こう。世界は待ってくれないよ。でもなんか私もなんか面白い絵の具使いたいな。使おうよ。私アイス絵の具使いたい。アイス絵の具もあるね。ほらやばくない？ギランギランギラギラ。なんか久しぶりに使ったな。かわいい。本当だ、キラキラしてる。でもキラキラ絵の具はいいよ、楽しいよ、なんか。残念ながらお時間になります。おじさん？おじさん。というわけで今回のこの白紙の原画展を完成させようは無事終わったのか、ちょっとチェックだけさやさやしますか。最後これが今日僕が書いてた天と大地の再生の時。そんなかっこいいタイトルだったのか。無表情でこっちを見てる女の子が描きたかった絵です。かっこいい。ありがとうございます。でそしてこちらキラキラのガラスでコーティングされた周りをね、ガラスフレークで、はい、でコーティングされたこのプリンソロモードですね。でこれがアイスペイント絵の具でいっぱい塗りたかった絵です。このなんかザクザクなってた感じかっこいいね。ね、なんかね、そう、味が出て楽しくできました。あとこれはメカ弱き心です。指取れちゃった。いやギリついてるから。そしてこっちさやさんですね。そうですね。じゃあさやさんが描いたぶどうと少年。これでも今回のキービジュアルの男の子ですね。お兄ちゃん側の方。でそして最後これさやさんの今描いている絵がギリギリ完成です。
ありがとうございます。多分さやさんこれ撤収までちょっと書くと思います。はい。いつもの感じだとここで見た最後より動画で出た方がなんかちょっと変わってる。ちょっとだけ進んでるかもしれません。可能性が高いです。はい。ということで皆さん本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでライブペイント終わりました。ただいまー。ありがとうございました。帰ってきました。はい、まあもう常に鎮座してるんですけど、すごいですよやっぱ改めて見ると。でもね、なんかこれ近くで見るとマジね、罠上に向いてるガラスもあるから、そう普通にマジでこうやっちゃったら怪我するレベルで、怪我するこれかなり危険だけど綺麗ね。いやすごい、でこれ今回こういう感じでもうダイナミックに使ってみたんだけど、今後いろんな作品に物理的にガラスの質感とかキラキラ感を加えるのに最高だなと思いましてね。研究の余地ありって感じ。めっちゃ楽しかった、でそして今回あとこれの他に4枚こちらね、さやさんのこれは謎だよね、謎だなと思いながら、謎だなって思いながら思ってる男の子の謎の絵ですね。謎の絵、謎しか言ってないけどもうこれさ、もう焦りすぎて、どうしようっつって書き始めた記憶。そうタイムリミットギリギリでね、タイトル焦り、焦燥感とかでもいいかもしれない。アイスペイント絵の具なんかすごい謎の使い方してる。シロップ部分に使ってるんで。そうドチャーみたいな、絶妙にさうさがないのカラーリング間違えてるんだよ。間違ってない、わざとじゃないんだ。当時の私に聞いてみてほしい。そんな前じゃないでそしてさやのこちらですね。これはもう今回のね、これね、このキービジュアルのイメージで同じテーマで描いた感じで、なんか描くたびにブドウちょっと上手くなったと思う。ツヤツヤしてますね。ツヤありと色使いとかうまい、褒めていいよねちょっと。でこれは何キャラクターは白黒で仕上げるだって感じですね。でもこの奥の背景の黒の部分にね、これなんかさ漆黒だよね。ここ別なメーカー同士の激黒画材を戦わせましたと。戦わせたはずだったんだけど、途中でどっちがどこに塗ってどの筆でどれを使ってみたいなことになってなんか最終的に黒いからいいかみたいな感じになった絵よ。それが一番黒いってこと。真相が一番闇の中にいるっていう。うまいんだ。でもいいですね、この対比が。だから背景だけこうちょっと色がついてる感じの絵にしたいなと思って、まあもっと言うと時間がなかったっていうのもあるんですけど、はいでこんな感じで、でも結構気に入ってる。これはかわいい。でそして僕は1個ちっちゃい方のキャンバスはアイスペイント絵の具をメインに使いつつ、基本線画でやってポイントにアイスペイント絵の具をやると。額縁にさ、そう最終的にもうアイスペイント絵の具のきらめきをもう額縁に入れようと思って、大丈夫かそんなとこ塗ってっていう感じではあるんですけど、かなりこれはねでもキラキラのムラのある額縁になって案外いい感じな気はしましたね。人間やっぱ輝くものに弱いんだよね。カラスと一緒でなんかキラキラしてるもんに気になっちゃうっていうところはあるんで、でもう1個がこちらですね。これ大きいやつ、これめっちゃかっこいい。世界一のオレンジを使って制限時間内に完成させるっていうのがあるんで、全部に色を塗るとちょっと終わらないだろうということでアクセントで後ろの空だけオレンジっていう。でもこれね実はだいぶ昔の没線画一旦描いてみるかと思って当時描いてたラフとは全然違うんですが描き切れてよかったなっていう。そういや源さんのさ、この書き込みの細かさがさ、横で描いてる私をめちゃくちゃ焦らすんだよね。パッと見そう見えるんだけど、さやよりも考えないで描いてる時間が長いっていうのはそれはなんかあるんで、そこはね。いや楽しかったね、今回も。でもこのガラス絵の具使う時さ、ケンさん待って、垂直に立てた状態で粉をまくって何を言ってるんだろうみたいな感じだったから、そうだ無理だなと思って途中からやっぱ外してね巻くので正解でしたけど、でよかった、正気に戻ってくれて、この地球には重力があることに気づいてくれてよかったと思って今後もねこのガラス絵の具は、これはポップなアートな感じになりましたけど、もうちょっとかっこいい絵にも使ってみたいな。そうだね、アクセントというか、やってみたいと思います。これどっかに飾りたいな。これちょっと危ないからアクリルね、いやもう本当に一回保護しないとまずい、罠だよ本当に。これ家の中にやっぱ飾っといたらさちょっとアート感あるよね。額縁が悪いじゃんこれ確かに額縁良くも悪くも額縁がリッチすぎる。マジリッチなんだよこれ。昔あったさ亡国の王みたいになってるもんね。やっぱ絵って額装大事ですね。額も含めてね作品っていうのはありますね。これはこれ選んでくれてありがとう。これのおかげでソロモードは完成したかもしれない。これやっぱ飾りましょうどっかにね。地震のたびにパラパラって落ちてくる。確かに怖いねそれ。そう考えると怖いね。罠マジ罠絵の具です。罠絵の具。皆さんも気をつけてください。